時々考えるんですよ。もし目が見えなくなったらどうなるんやろう。皆さんこんにちは、竹ライダーです。今日はちょっと個人的な話になるんですけども、よかったらお付き合いください。その日は突然やってきました。先週ぐらいですね、外を歩いてたら、なんか今日はやたら前髪が気になるなと思って払いのけてたんですよ。払いのけても払いのけても取れないんですよ。これは左目がなんかおかしいと思いました。初めて感じた違和感。黒い糸くずのようなものが左目の視界から消えなかったんです。その名の通り、まるで蚊が飛んでいるように視界に黒い点が見えて、視点をずらすとやや遅れてついてくるんですよね。黒い点がはっきり見えるのは初めてのことだったので、さすがに戸惑いました。飛蚊症っていうのは目の中の硝子体が濁ることによって生じる症状なんですけど、これには2通りの要因が考えられます。加齢による生理的なものと病的なもの、それが知りたかったので、僕はすぐさま眼科で検査を受けました。その結果、生理的なものでした。網膜裂孔などの病的なものではないということで、ひとまずは安心していいと医師に言われました。確かに手術とかをしなくて済むのならそれはそれでよかったんですけど、僕の症状はれっきとした加齢による生理現象なんですよ。俺まだ20代やぞ。生理的に起こるものは仕方ないので、基本的に治療はありません。僕はこの先ずっと黒い点を見ながら過ごすことになります。慣れるしかないみたいです。さすがに萎えましたね。暗いところではそんなに気にならないんですけど、明るいところや白い壁面を見たら糸くずのような黒い点が左目を支配しています。原因としてはストレスだとかスマホの見過ぎだとかあるんでしょうか。僕はこれまでストレスを抱えないような環境に身を置くことを重視してたので、ストレス自体に耐性があるわけではないんですよ。だから実際にストレスを感じると体に顕著に現れるタイプなのかもしれないです。スマホの見過ぎによる目の疲労ももちろんそうですが、ちなみに視力自体は裸眼で左右ともに 1.5 だったので、飛蚊症が視力に影響しているということはなさそうなんですが、ということは当然バイクを運転する分にも支障はないんですけど、支障があったら一発アウトですけどね。法律違反です。とはいえ一生付き合っていかなければならない。飛蚊症自体は病名ではなくてあくまで症状の名前なので、別に大したことないのかもしれないですけど、やはりこういう形で体の衰えを感じるというのは割とショックなものがありました。慣れるという実に非科学的な方法しか今のところありませんが、頑張っていきたいと思います。どうせ生きているうちは消えないのなら、この黒い点に名前を付けてやろうということで、八重子と名付けました。これからは八重子とともに元ブログをお送りしていきます。ちなみに僕のケツ、腰にある小さいあざには吉江という名前がついています。こいつはさっきから何を言っとんねんって思うかもしれませんが、ポジティブでいるための僕の一つの考え方やと思っておいてください。視力を失う以外にも男は常に恐怖と戦っているんですよね。髪を失う恐怖、筋肉が落ちる恐怖、あと立たなくなる恐怖。今回の件を通して今こうして世界が見えていること、五感を使えていること、そして何よりバイクに乗れていることのありがたみをかみしめながら生きていこうと思いました。動画自体はこれからもどんどん投稿しますんで、よろしくお願いします。ということで本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。こんな動画でも最後まで見てくださっているあなたこそが私にとって大切な視聴者さんだと思ってます。いつも元気をいただいています。本当にありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。